そういうのがいっぱい詰まっちゃってますね。あと給油口もすごいですね。これすごいですね。すごいよね。若い人たちがこんな古い車に対してなんかもうすごい丁寧に扱ってくれてることが、はい、すごく嬉しかったです。もうみんなありがとうね。ありがとうございます。おはようございます。今日も施工なんですけど、なんと今日はこちら94年式のフェアレディ Z です。これめちゃくちゃ好きな方多いと思います。で、今回はセラミックコーティングですねをかけさせてもらいます。で、まずはちょっと状態見てもらうと、結構水染みとかでちょっと白っぽい感じになっちゃってますね。こうツーってこう垂れた跡とかまだら模様にもなっちゃってます。ここのワイパーですね、こうなんか草とかかな、そういうのがいっぱい詰まっちゃってますね。で、こっちから見てもらうとこの中、ここにもそういっぱい詰まってるの。驚きですね。驚きです。で、天井はなんだろう、これ多分樹液とかかなとは思うんですけど、シミがちらほらとありますね。リアガラスもです。で、ここの角、砂と、あと給油口もすごいですね。これは洗い替えがあります。で、ここら辺はもう砂が乗っちゃってますね。ちょっと苔みたいな感じになりつつあるので、この辺もきれいにしていきます。ただやっぱり旧車なので、こういったところちょっと見てもらって、こういうところ結構剥がれてきちゃったりとか、あとこういうゴムですね、ゴムもひびが入っちゃって結構劣化が進んでいるので、もうこれ以上ひどくならないように気をつけながらきれいにしていきます。下手したら薬剤とかでより傷んじゃったりもする。そうですね。なので、全然いつもとはちょっと違った感じのケアの仕方になっていくかなと思うんですけど、参考に見てみてください。はい、始まりました。まずいつも通り足回りから洗っていきます。パープルヘイズかけます。
次はエンジンルーム洗っていきます。やっぱりさっきの植物がびっちり詰まっちゃってますね。これすごいですね。すごいよね。やっぱり旧車なのでこういうエンジンとか部品になるべく水がかからないように丁寧に洗っていきます。ホースだけじゃびくともしないからちょっと泡かけて後で洗います。おお。これホイールとかこういう内側とかから洗うのはなんでですか？最初にボディを洗っちゃうとやっぱりこういう内側とかホイールやってる間にシミになっちゃうんですね。なので最初はボディではなくてこういうヒンジとかホイールとかそういうところから洗っていきます。ここ行きます。これ部分的にホースで洗ってますけど、これはなんでですか？そうですね。やっぱり高圧でやっちゃうと劣化がもうちょこちょこ始まっているのでパーツ破損の恐れがあるのでホースでもやっています。高圧もかなり遠目からやれば問題はないとは思うんですけど念のためホースでやってます。
はい、中性シャンプーの洗車終わったんですけど、ちょっとこうざらついてて鉄粉が乗ってそうなので、パープルヘイズで鉄粉除去していきます。でこういう溶剤とかもあんまり長く置きすぎちゃうと逆に塗装傷めちゃうので、時間は結構シビアですね。パープルヘイズかけた上に鉄粉クロスで粘土を取っていきます。結構力加減は慎重にやる感じなんですか？もう全然力入れないです。ほんと滑らす程度で十分です。逆に塗膜も薄くなってるから、あんまりガリガリやっちゃうとそれ取れなくなっちゃうから、ほんともう撫でる程度で優しくやります。まだまだ水垢びっちりですね。洗車では取れなかった水垢がかなりいるので、この後剣まできれいにしていきます。今マスキングしてるんですけど、ここでもポイントがあって、こうマスキングをベタッと貼らないことですね。あんまりギュッて押しすぎて貼っちゃうと、剥がす時になんかパーツが取れちゃったりとか、そういう可能性もあるので、ギュッと押さずにちょっとふわっとかぶせるぐらいでやってます。力加減っていうか圧着具合っていう感じですか？そうですね、特にこのマスキング結構粘着力強いので、そのあたりも気をつけながらやってます。こういう風にここ塗装剥がれちゃってるんですけど、この辺、ここはマスキングしないんですけど、こういうところもあるので、こういうところはなるべく被らないようにやっていきます。今膜圧を測ってます。だいたい120前後っていう感じなので、かなり塗膜は薄そうですね。もう上の方は100台、107、97。こういう部位によって磨く方法とかも変えていくんですか？そうですね。塗膜薄いところはあんまり圧かけたりエッジをかけたりはせず、コンパウンドも強めにしないで優しく磨いていく感じになります。なので、塗膜薄いところは特に傷とかダメージの完全除去っていうのは難しくなりますね。で、私は今コンパウンドとバフのマッチングですね。それを見てみます。張り付くな。これはもうコンパウンドが張り付いちゃってますね。ここ曇っちゃってますよね。あまりこういうのが続くとコンパウンドは変える、そうだね、これが今上から2番目の強さなので、もう1段階下げたりとかもしますね。
れ様でした。お疲れ様でした。あまり磨きのシーンを撮れてなかったんですけど、はい、どうでした？やっぱり経年車特有の難しさがあってめちゃくちゃ苦戦しました。ただ仕上がりはかなり綺麗にはなったかなと思います。まだ脱脂洗車してないんですけど、一番ひどかったトランクですね。この辺りのシミもできる限り消させてもらいました。ただあんまりやっぱり年式的にも覆うことはできないので、可能な限りは綺麗にできたかなと思います。で、苦戦したポイントとしてはコンパウンドが張り付いてしまうというところですね。一番弱いコンパウンドでやってもクリアがかなり薄いので張り付いちゃうっていう現象が起きました。特にこの下半分ですね。下半分とかあるんですね。なんかね、サイドの上の部分とかトップ面とかはそんなに問題はなかったんですけど、サイドの下半分がかなり張り付いちゃって、それを取るのにかなり苦戦しました。で、あとは、赤っていうところも結構難しいポイントで、やっぱりやりすぎちゃうと色が飛びやすいんですね。そのあたりはかなり気をつけながらやっていきました。はい、ただピカピカですね。ピカピカですね。はい。この後の作業としては、ここから見ての通り粉がすごいので、すごいですね。そうなんですよ。これを落とすための脱脂洗車とコンパウンドの油分がまだついているので、それを落とすために洗車もう一回やっていきます。で、その時に今日フロントガラスの油膜除去と撥水剤施工もご注文いただいているので、油膜取りも一緒にやっていきます。脱脂洗車が終わってブロワーも終わったんですけど、やっぱり隙間からすごい水が出てきちゃうので、毎度おなじみキッチンペーパーで押さえていきます。ここがねすごい出てくるんですよね。もう染みすぎてる。これは今何を吹き付けてるんですか？これは今脱脂剤ですね。油分除去剤を使って、さっき洗車の時にこの広い面の部分の脱脂はできたんですけど、
こういう細かいところに入ってしまったコンパウンドの除去っていうのはなかなかできてなかったので、今手作業で1個ずつ見てます。で結構この作業に関してはクレームにつながりやすいポイントになるので、しっかりみんなでチェックしながらやっていきます。こういうところにも粉がたまるんですか？そうなんですよ。どうしてもねこういう隙間入っちゃうんですよ。なので手作業で取っていく。でもこれあんまりガリガリやりすぎたりするとせっかく綺麗になったのにまた傷が入っちゃうんで、もう程よい塩梅でやっていかないといけないですね。はい、それでは洗車が終わってブロワーもしてしっかり乾燥させました。なのでこれからコーティングを塗っていきます。こちらが研磨が終わった後のボディですか？はい、そうですね。最初と比べると結構白ボケも取れて、ライトの映りとかもくっきりしたかなと思います。もうすでにかなりツヤツヤにはなっているんですが、ここからさらにツヤツヤにしていきます。はい、それでは溶剤塗っていくんですけど、今回はセラミックコーティングですね。こちらをご注文いただいてますので、セラミックを塗っていきます。お願いします。はい、塗る箇所なんですけど、ボディとヘッドライト、テールライト、あと今回はないんですけどバイザーですね、この辺り塗れます。それではタイヤワックスドレス V2 ですね。これ塗っていきます。結構黒くビフォーアフター出そう。テッカテカですね。すみません、お時間かかってしまいまして。よかったです。よかったらお近くに。はい。すいません。テカ
テカに、ね、もうリンゴ飴のような、こんな色してたかなっていうそうですね、最初はどうしても汚れが乗ってしまって、こうちょっと白っぽい感じでしたけど、研磨でその表面の白さっていうのは取れたので、本来のレッドが出てきましたね。なんか新車の発表会みたいな。ああ、確かに。じゃあちょっと布かぶせたいですね。なんか乗って帰るのもったいなくなっちゃう。いや。でフロントガラスも油膜除去ですね。撥水剤施工させていただいて、内窓も拭かせてもらったので、かなりクリアに帰れるかなと思います。これからの季節ね。はい。大事だもんね。あ、よかったです。そうですね。これから梅雨になるので、あとホイールコートもちょっとサービスでやらせていただきました。タイヤが綺麗になると本当なんかもう車入るね。そうですね。本当おしゃれは足元からっていう感じですよね。ありがとうございます。でリアの方もちょっと大きなシミがあったのでどうかなと思ったんですけど、研磨で思ったより取れてくれたので良かったですね。はい。どうでしょうか。特に気になるところとかないですか。すごいもんだなと。あ、よかったです。ちょっと一日お付き合いいただいてありがとうございました。モニター見ててね、もう若い人たちがこんな古い車に対してなんかもうすごい丁寧に扱ってくれてることがすごく嬉しかったです。もうみんなありがとうね。ありがとうございます。もうジェットさんは同世代なので、そうなんですよ。大丈夫そうですか。もう大丈夫です。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。ちょっと久々の旧車ということで、少し手こずったところはあったんですが、最終的にお客様にも喜んでいただいて、あと何よりお客様がこの旧車に対するご理解があったので、非常に良いお客さんに出会えましたな。出会えましたなだって出会えました。前々からねコーティングや洗車のご用命はいただいているお客様でしたからね。そうなんです。以前はスープラ乗られてたみたいなんですけど、今現行の Z も購入検討されているということで、素晴らしい。そうなんですよ。もし購入されたらまたお願いするねと嬉しいお言葉言っていただいたので頑張りましょう。はい、というわけで今回はフェアレディ Z32 型ですね。そちらのコーティングをかけさせていただきました。オーナーさんがものすごく良い方で、もう施工中も一切台車でお出かけせずにずっとこのモニターから見守っていただきました。で他のお客様もこのモニターからにはなりますが、施工の風景見ていただくことできます。何かご不明点とか洗車に対するお悩みとかそういうのがありましたら、逐一スタッフに相談ということもできますので、よかったらこちらのモニターから施工風景をご覧いただければと思います。そして今回のコーティングメニューなんですが、気になったよという方は概要欄に公式 LINE を貼っておきますので、そちらの方からご予約お願いします。またホームページにもコーティング詳しく記載していますので、そちらの方もチェックしてみてください。それでは今日はこの辺でぬぬでした。バイバーイ。